にちは。こんにちは。何年ぶりですか？1年ちょっとぶりぐらい。半年経ってないかぶりぐらいですね。あの時はもう納車されてまだカバーがついてるぐらいだったレベルだったんですけど、納車して1ヶ月経ってないぐらいですよ。そっから今ライトチューン的なところでいろいろ変わりましたが、一式ここら辺書いといたら気持ちよねって感じのところは大体変わっちゃった感じですね。大きく変わったのはフロントのいかつさというか、でもこのリップもうつけちゃうとこれないと寂しいぐらいになりましたね。もうこれないとあれってなるぐらい。そう、これのおかげでちょっと車高も下がってる感じになるんで。そう、バリスさん、はい、新品ほぼ同然だったのにめちゃめちゃ汚くなってるっていうこの車も飛び石食らいやすいですよね。やばいっすマジで。だいぶ食らいますよね。ああ、もう飛び石すごすぎて洗車すると悲しくなっちゃう。悲しくなるレベルでこの辺もすごいことだったんですよね。いや、まあでも走って楽しいという車でね、まあこの辺は大事かなってところと、あとは印象変わったなと思うのはこれじゃないですか。ラッピングで黒のエンブレムにしてるとこだったりとか。これでもただの 3M のシール貼ってるだけなんで、まあディーラーさんとか行けばちゃんと黒いエンブレムも売ってますからね今。ああ、そうですね、あくまでこれ飛び石対策でも食らっちゃってるんで、僕確かにもう穴開いてるっすもんね。いやでもこれだいぶ印象変わるな。ダウンサスとこのリップのおかげもありますけど、だいぶフロントのこのボリューム感が出てね、ここはちょっと寂しいですよね、やっぱ下がね。そうですね、これがないと寂しくて、あとはこういうところのやっぱりダクトで開いたりとか、FK8 の方が開いてる量が少なかったらしいですね。ああ、なんかここも FL になってからでかくなったって言いますよね。ここをね、風集めてここからこう入るようになってたりとか、この辺のグリルもだいぶでかいですからね。だいぶでかい、ほとんど開いてますからね。これこの辺のデザインは本当に先代よりはすごくシンプルになったっていう感じでね、で空力も良さそうな感じで、これを見ちゃうと FK8 とかがゴテゴテしてるなって思っちゃう。ガンダム感って言ったらあれだけど、ガンダム感に見えちゃいますよね。でまあヘッドライトとかもやっぱり定番でかっこよくて、細長く空力も良さそうで、あと FL5 になってからこのねワイドボディ、これも純正のフェンダーは多分ここがないんですよね。ここのそうこれだけ膨らんでるってところも、まあ、分かりやすくかっこいいというね、でもボテッとしてる感じがないという、なんかいいですよねこれね。これはセンスありありでしょ。でここのフェンダーのデザインがずっとこうつながって、でここもちゃんと開いてると。ちゃんと開いてますからね。でもそこからもう飛び石がすごいと、ここ後ろまで飛んできますからね。飛んできちゃう。でこのボンネットも結構好きで、この滑らかなデザインにあんまりでかくない、強調しすぎないこのダクト、ちょっと輸入車っぽいダクトになりましたよね。そうですね。 M4 の GTS みたいな感じのボンネットになってて、でもこれなかなかないですよね、下から取り入れた空気上から抜く国産車って。そうですね、大体みんな上から入れてみたいな感じなのに、なかなか珍しいですよね。これ珍しいですねこれは。あとはホイールアドバン GT ビヨンド9班ぐらいですか。9班の45とか48とかやってますね。もう結構入るんですね、純正フェンダーでね。まだまだ全然 10J でも良かったのかなって。ギリ入りそう、車庫長にしてキャンバーつければいけそうな感じですね。であとはここのローターもこれ標準ですもんね。これは標準の2ピースのローターですね。この辺 FK8 と一緒なんですかね。 FK8 の後期からこのローターに変わる、ドリルドがないやつですね。あ、そうですそうです。でキャリパーもブレンボの4ポットですかね。はい、これは4ポットですね。でも昔のスミンボと言われたというかDC5 とか FD2 の時よりはなんか合成高そうですね。はい、てかこれあれか、モノブロックか。これどうなんですかね。モノブロックですね。めちゃめちゃお金かかってるし、タッチもいいですからねこれね。めちゃくちゃいいですからね。DC5 とかの時よりと全然またちょっと違う踏み心地ですね。合成感めちゃめちゃ高いし、ダウンサスがスプーンでしたっけ。はい、何ミリぐらい落ちてるんでしょうね。結構落ちてるんじゃないですか。まあでも見た感じスプーンさんの交渉値だとだいたい2センチぐらい、ちょうどいいかもしれない。バランス的にはどっかでガシ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 するような感じではないですね。ではないですね。何よりも乗り心地が、まあね、スプーンの方がいいという。スプーンの方がいい。本当に悪いですもんね、純正。やばいっすマジで。なんか前っていうよりがやっぱ後ろがね硬いですね。一回バウンドしたら収まるのにちょっと時間かかるような感じです。まあそれは走ったら分かりますけど、あとこれホイールベースは僕昨日調べてて FL5 が一番歴代で一番長いというそれちょっとびっくりしました。でもね長い、これ確かにこう見ると超長いっすよ。2735長い。 FD2 で2700で FN だと2650とかそれぐらいなんですよ。先代の FK8 ですら2700ちょっとなのに相当長いから、動きもねちょっとセダンっぽい感じですよ。確かにそうですね。なんかキビキビ EK9 みたいなそのパキパキした動きではちょっとないかなっていう感じがしますもんね。山とか行ってもちょっと横幅でかいなとか、なんか長さ的にもケツが出てもあんま怖くないなみたいな感じですもんね。感じはあります。でも分かりやすいですね、そういうところは。この辺のサイドステップも標準。すげえな、この辺もやっぱ飛び石すごい。これもうここやばいっすよね。ここやばいっすねこれ。
まあ、デザイン的にも空力いいからこう来てるんでしょうけど、まあしょうがないですよね。しょうがないですね。はもう勲章みたいなもんなんであとはこれリアもビヨンド投資で、投資はい、同サイズが入ってます。フェイス3が普通に収まっちゃうっていうのはびっくりしましたけど、ノーマルフェンダーで入るのすごいっすよね。でここもまあマジでどうでもいい話、 FK8 は標準が245だったんですよね、太さが。それが265になってるんで明らかに戦闘力アップ。タイヤがね純正だとちょっとしょぼいんで、そうですね。ちょうどリアに今積まれてるから見てみ諸事情により、諸事情によりね、タイヤがドーンされてるんで、これは265 か、はい、PSOS ですね。まあ見た目はかっこいいんだけどな、でも硬いんすよね、いかんせん。硬い。やっぱりこうネオバに比べると相当硬いっすね。硬いし高い。硬い高い来ない。はい、全然いいことない。なんで国産車なのにパーツ待ちになってんだって感じですからね。そしてこれはウイングも下駄が変わってるという。下駄が変わりました。これどこのやつだこれ。 PRL。3、4センチぐらいは上がってる感じですね。そうっす。後ろがいいんですよ。ちょうどこのオフセットされててね。はい。純正だともうちょっとこの内側に入ってるんで、これもいい。なんかライト中にちょうどいいな。ちょうどいいっすよこれ。あんまりそうウイングの幅で止められたくないって人には。でもこれだいぶ変わりましたもんね。相当変わりました。多分横に純正並ぶとあーってなる。ああ低いねってなりますもんね、やっぱね。そしてリアもリアもね結構シンプルになってかっこいいっすね、ちょっとお持ちフェイスな感じがね。でリアの膨らみもちゃんとかなりでかくて、本当にこれ駐車場止めるときフェンダーちゃんと見て止めないとやばいっすね。危ねえっすねこれ。危ないっす。本当に危ねえぞと思うぐらいこれもっちもち。乗ってる感覚とはねちょっとまた違うところも気にしないといけないという。1900弱ありますもんね横幅も。そうですね。タイヤが今キャンバーついて寝ちゃってる分トータルしたらそんぐらいいっちゃいます。全然あるでしょ、駐車場は選びたくないって人にはちょっと厳しいぐらいのサイズなんで開式がちょっとやばいですね。はい。あとテールはこの辺もこれもう見慣れてね全然違和感ないですね最初はなんか結構新しいデザインだなと思いましたけど、そうですね。あとディフューザーも純正なのにバカでかい。バカでかい。はい、でもするほどではないんだな。もう全然多分輪止め行ってもほぼほぼすらないです、ですね。ちょっとギリギリかなってのはありますけど、あとはカブのフラットさが若干出てきたかなと、中間パイプがぐにゃって出てないっていうね、あんまり それがいいですね。 FD2DC5 の時代もうぐにゃってね下出てたからあそこが一番低くてよく晴らして引っ掛けてたんですけど、こういうとこはさすがちょっとずつ変わってきて、あとマフラーもねシーカー高えでももう一本物っすもんね。いやこれ分割なんですよ。分割なんだ。純正が一本物で、じゃあこっちの方が楽。変えるのは楽です。楽っすね。ちょっとエンジンかけてみてもらっていいですか。めちゃめちゃバルブが必死に動いてますねでもなんだろう、バルブが切り替わりが多すぎてなんかキコキコ鳴り出してますもんね。鳴り鳴ってるっすね。しょうがないんですかね。しかも停車中だとレブ効いちゃってて上まで回せないんだ。3本出しのこのスタイルは結構好きですけどね、1本もかっこいいけどこれはこれでかっこよくて、純正のスタイル崩したくなかったんで結構2本出しとか安いの結構出てるんですけど、バルブもつけられるしまっすぐじゃなくてこっちにオフセットしてるんですよ。本当だ、確かにちょっと分かりにくいかもしれないです。上から見るとねちょっとこうなってるんですね、斜めに。もう社長のこだわりがすごくてぜひ買わしてくださいっつって。ああいいですね。ちゃんと変わってるのも分かっていいっすよね。そう、あと被らないですねこれ。いやこれなかなか被らないでしょ。この1年ぐらいこれつけてる人見たことないんで。じゃあみんな音聞きたかったはず。聞きたかったはずであとこれをシビック、これテールゲート樹脂なんですね。知らなくて。そうなんですか。そうらしいっすよ。やばいっすね。ちょっと待って。ああ樹脂っぽい。樹脂っぽい音はしますね。樹脂らしい嘘だったらすみません。樹脂って書いてました。車重も FK8 よりちょっと重くなってるんですもんね。でも1400ちょいぐらいね。そうですよね。まあ今の車にしてはこのサイズで頑張ってはいますけど、全然頑張ってると思います、とはいえその安全性も確保しながらちょっとずつ軽くするためにこの樹脂にし始めたと。あとこの FK8 から猫耳この辺なんかちょっとなんかあるのかなと思いつつ若干継承されてますもんね。やっぱ空気の流れ考えてるんですかね。だってこの辺もちょっとへこんでますからね。こうねなんかこういう段差とか作ってますよね、どう見ても。であとはもうシャークアンテナにちょっと今回じゃあエンジン見せてください。 K20C っすよね。 K20C です。 A と C の差は何なんだろうと思いつつ、ターボか NA か多分そういうことなんじゃねえかなって思ってますなんかね多分何かしらあると思うんですけど、
いやー、相変わらずエンジンルームもちゃんと綺麗にしてる。洗車のために拭いてるんでこれだってもう3万キロ走ってますからね。あ、もう3万キロも走ったんだ。やばいっすよマジで。納車されて1年ちょっとで1年半、まあ、2年経ってないんで年間 1.5 万キロ以上。5万キロ以上、休みの日しか乗らないのにもう病気です。相当酷使されてる、はい、もういろんなとこ行っちゃってるんで。この車ある意味乗っててしんどくないからな。そうですね。それがいいんですよね、この辺の K20C になってから相当レイヤードが変わって、はい、エンジンの型式自体は一緒だけどヘッド周りもなんか変わってんだろうな。何かしらは多分変えないと。さすがにこんなにエンジンスペース、まあサイズ大きくなったからかもしれないですけど空間があって作業性はそんなに悪くはないんじゃないですか。悪くなさそうですね、ホンダって狭くて整備性悪いって言われてたのに今回はそんなことなさそう。全然 FD2 とかほらもうプラグ変えるのにここかぶってたじゃないですか。確かに確かに。そういうのがないだけでもだいぶマシっすよこれね。相当スペースありますからね、はい、この辺もまた駅前とか変えたらまた違う雰囲気になるんだろうなとか思いつつ、まだ出てない。まだ聞いてないっすね。大体今はタービンで始めて。タービン変えるとどれぐらい出るんですか馬力。スプーンさんので、はい、タービンだけで40馬力ぐらいでコンピューター合わせてやったらまた500ぐらいになっちゃうんじゃないですか、トータルで。楽しそうだけど相当デンジャラスなデンジャラスすぎてやばいと思いますまあ、あとやっぱホンダのこだわりはこういうところのちょっと昔のバイクっぽさもねなんかこうあったりとか、あとはなんだろう、ここってなんかすげえなんだろう、なんか傍聴部屋なのかなですかね。多分入れて、ね、ホンダさんの吸気システムは神ですからね。そうですね。純正で変えない方が早いって言われますね。このボックスも相当こだわってると思うんで、はい、これ多分こっちだと思うんですよ。ああ、この下から吸ってここから空気を取り入れてみたいな。でかいな。まあでもこの車やっぱ触媒バカでかいですね。触媒はバカでかいです、ね、そこはもうやっぱ輸入車と同等の大きさになってきちゃいましたね。ですね。あとはこういうストラット周りもやっぱ昔のホンダに比べると相当強くなってきたなという感じもしますし、あとこの辺のワイドボディがちょっとかっこいいなと。そうですね。ここまでだったのにここまで広げてますからね。ここ手入りますからね。ここがやばいですね。空間ですもん、空洞ですもんねこれです。純正が330で前のモデルが320トルクも3、4キロぐらい上がってるのかな。はい。でタービンはあえてちっちゃくなってレスポンス重視になったと。でもこれ2期目。あ、2期目ね。2期目実はタービンブローした、タービンブローしました。まあそこら辺は後で説明しましょうか。はい。ボンネットもだいぶこういう合成感がね、昔のやつに比べたら相当レイアウトも変わってますしね。最近したんですけどこれ外せるらしいです。あ、これ外せるんだ。だからサーキット走行してる人これ外して走ってるみたいですね。まあ雨よけっすよ。これがない方が下からバッと抜けそうかな。ありがとうございます。っていう感じです。じゃあちょっと車内も。そうですね。さあ。もう FL のすごいのは、はい、乗った時が静か本当に。このシートもまあ安定してかっこいいし、これはレカロじゃなくなったけど、まあ、赤シートでね。赤シートでとにかくねこれ高いんですよ。これね乗るぐらいマジで高い。純正なのになんかとんでもねえ高さしてます、ね、多分これねお年寄りの方とか乗ってたら破れちゃうんじゃないかなと思うぐらいね。こことここすげえ気使うんですよね。でも若干来ちゃってますけど、まあしょうがないですね。もうこの辺もカーペットがタイプ R で、はい、この辺も結構モフモフタイプですね。モフモフタイプ高いやつ。あ、これオプションですか。オプションらしいです。今だからそのブラックパッケージでしたっけ、買おうとしてる人が結構悩んでるらしいですよ。これを値段が高すぎて。ブラックパッケージもねシートも黒になってダッシュボードがアルカンターラになって、はい、結構魅力的だけど純正より100万高いっていうのがちょっと悩ましいまあ買える車が買えない時代なんで、まあ、そこで買っといた方がいいのかなとも思いますけど、ちょっとエンジンかけさせてもらうと、あとは右側にスタートボタンが見えづらいなこれここなんだ。はいはい、でもアイドリングでも全然音量変わりましたね。メーターも相当かっこよくなったな。でもなんかちょっと黄色張りでね、これが多分ホンダのこだわり、ホンダさんのこだわりだと思いますよこれは。ただあれなんですよね、燃料タンクが 43？ 2 42？ やりすぎだろうと、はい、もう満タンついてガソリン入れても36リッターぐらいしか入んないです。きついっすよね。だって42しかなかったら、まあ、仮に40リッターとしても燃費7とか8だったら300キロぐらいしか走れないですよね。大体一般車で500キロぐらい走れる想定じゃないですか、はい、結構辛いっすね。だからどんなに頑張っても470、80ぐらいです。燃費運転しても。燃費運転してだから燃料のこの減りが速くて燃費悪い車なんじゃないかなって思っちゃうぐらいですもんね。そうですね。でも今 11.1 も、はい、全然走ってる方です。燃費ちょっとよく感じました今今日はまだ 6.2 ですけど、平均燃費9ぐらいは走るんです。でも悪くないっすね。ぼちぼちっすよね。この車にしては頑張ってますもんね。ちょっと押しとけ。
これね、こっちのプラス R。プラス R。ここになってくるとちょっと S2 っぽいですよね。確かに。まあ一応7000まで回りますしね。あともうこれ追加メーターいらないですよね。いらない。出ちゃうから、まあ、逆にそういう面白さは昔よりは減ってきたかな。追加メーター欲しいな、つけたいなっていうワクワク感はなくなりました。こっちにもいっぱい出せるでしょ。なんかどこだっけ、最近全然これだ。ログ R。いちいちかっこいい。かっこいいっすよね。マルチファンクションみたいな。あ、そう。もういい。だいぶレスポンス良くなったんだ。多分抜けが良くなってからなのかな。抜けが良くなったのでやっぱ ECU 変わって相当レスポンスいいっすよ今。そうですね。なんかFL も FK もそうですけど、踏み始めた時のこの回転の落ちが結構悪かったんですよね。逆にこれ以上いじらなくて楽しい車だったらもういいんじゃないですか。あと何が使えるの俺。あとはサーキットとか行けば俺でなんかなるほど、ログが見れたりとか、中に入ってるサーキットだったらここでもうタイムが見れちゃうんです。それがいいですね。それこそ追加メーターがいらない。また何がすごいってこことこっちのメーター側にもベストタイムが一番出て、そこから下でまたマイナスみたいな。なるほど。もう走り放題。ハンドルやっぱ若干でかいのかな。気持ちでかいっすよやっぱり。37080ぐらいはあるのかな。もうちょいちっちゃくてもいいかなとは思いますけどね。確かに GR86 の方が一回り小さい気がします。いやでもいいな。アルカンターレになってるし、あんまツルツルしてないから。そうですね、まだそんな気にならない。3万キロ走ってこれですからね。十分ですよね。あとこのペダル配置がめちゃくちゃいい。ほんと真ん中、ど真ん中にブレーキあるんで本当にど真ん中だわ。最高っすよ。これブレーキをちゃんと踏んだらヒールしやすいけど、あんまり踏まずにやってるとちょっと危ないです。空振りしちゃいそうになるぐらいの配置っす。ここも面白いのが FD2 まではオルガンだった。確かに。なんで吊り下げになるんだろうっていうなんか考えがあるのか、なんすかね。開発者なんかあるんですかね。なんかありそうですよね。あとこの辺もねショートになってるんです。スコスコです。でも結構ですね。あと5速の位置が結構分かりづらい。5速はもう相変わらず気持ち悪いですね。まあ走ってたらキモくないですけど、止まってる時に意図的にこう5に入れようとするとこっちに入っちゃうんですよね。でこっちがもういつも通りのバック。画質はまああんま大きい声じゃ言えないですけど、本田さんクオリティですね。いちいちホンダっぽい。いちいちホンダっぽい。いやもうここはねホンダクオリティでももう抜けてますけどね。ちょっと今日はオーナードライブでガチンコ行ってもらえますか。ガチンコ、あんま踏みすぎたらまたタービンいっちゃうんで。そうね。それは勘弁してほしい。タービン高かったですもんね。25万でございます。最初はコンコートでいきましょうか。あえてね。これだとね結構車内のね入ってくる音量も変わるんで。変わりますね。多分スピーカーの増幅してる音量も変わってるのかなと思うんですけど。さてと、相変わらずマフラー変えてもラグジュアリーだな中が。いやほんとね乗り心地というよりかは質感高い。質感高いですね。もう全てがなんか全部変わってる。眠くなるんですよこれ長距離乗ってると。確かにもう眠いもん。後ろのペコペコ感はねだいぶ薄れてくれて、またタイヤもでかいな。もう明らかに車高下がってるのとタイヤとあとトレッドも広がってるから、そこはでかいっすね。安定感めっちゃ増してる。でも今回ほら純正が19インチだったのを18インチに変えたっていうのもあるんで。そっか、だって FK の時20でしたもんね。20で19純正で、だからもう実質 FK の時より2インチダウン。19インチコスパが高くて。でしょうね。タイヤもなかなか選べないですしね。全然選べないです。乗り心地いい。僕らの感覚の中だとすごいいいですね。いや全然いいでしょ。普通に家族乗せてても後ろもね結構なんだかんだクッションが柔らかいんで。そうですね。あんま気にならない。めちゃ後ろ座ってるとマジで。じゃあこれをプラス R にするとすっごい変わるな。それでもやっぱノーマルの時のガーンっていうのが少なくなった気はしますけど。まあ確かに思いっきり跳ねる感じはそんなないかな。じゃあここから ECU 魂。全然違う。これはね怖い人は多分踏めないっすよ。踏めないマジで。これ馬力今どれぐらいなんですか。これで今バージョン2と3があるんですけどシーカーさんって、3の方でブースト圧2キロかかってるんで。2キロなんだ。純正タービンで今400ちょいオーバー407とか。すげえな。要はもう400数に70馬力ぐらい上がっちゃってるんですよね。そうっすね。純正タービンのほぼ限界値に近いぐらいの。そうだ
だからタービンおかわりしてまあでも若干抑えたんでしょ、そこからピークの。いやまあ抑えたとはいえど、まあ、対策しきれないじゃ対策しきれなくて、結局そのブローした原因もかけ圧かけすぎてっていうよりかは、僕がアクセル踏みすぎて、いやもうオイルがシャバシャバになり、結構まめにオイル交換してるんですけど、タービン側に供給されてるオイルが多分ちゃんとした粘度保てなくなってるかもしれないみたいな話はされたっす。だから油温だけ気をつけてくれって言われました。困るっすね。ポルシェとかね GTR 追いかけてたら踏むしかないっすもんね。踏むしかないし、あっちは全然油温が上がらない。そうね、だいぶ街乗りも乗りやすくなった感じはしますけどね。そうですね。あと山がさ、山最高っすよ。明らかに3速とかでもう十分なんですよね。山は最高。本当に気持ちいいですよね。山行きたいですね。どこ踏んでもちょうどいいなっていう、立ち上がるときにちょうどブーストが来るみたいな。で今どっかで立ち上がるブーストは前ね3500、600ぐらいだったね。さあまあでも一緒ぐらいかも。700ぐらいですね。70馬力上がって200回転ぐらいだったら相当優秀っすね。プラス R はって感じです。後ろが跳ねるんです。前はそんなことないですけど、まあ後ろがやっぱ軽い車になると難しいでしょうね。あとはストラットよりエンジンほぼ全部前じゃないですか。そうですね。そこら辺もやっぱ難しいんでしょうね。所詮はやっぱり FF ってのもありますからね。うるせえ。こもってまーす。耳めちゃめちゃくる。じーっつってますからね。でもやっぱこれぐらいの音量ないと走る感ないからやっぱ欲しい。この音量でも結構響くっすよ。いや家揺れますもん。家揺れるし、なんかマフラー変えてから車の中の DVD も増えましたからね。そうですね。なんかいろんな樹脂パーツが多分干渉してるのか。じりじり始めて。あと FL もやっぱりガラスが立ってるから、飛び石がすごいですね。これあれですからね、汚れじゃないんで。これは汚いですね。これは全部飛び石なんで。しょうがないもう。誰とは言わないですけど、いろんな人から食らいまくってるんで。誰とは言わないですけど、しょうがないっすよ。結局僕の後ろ走ってたって食らってるんで、そうなんです。お互い様ですからね。FL もね、やばいって言いますよね。飛び石やばい。巻き込みやすいのかな。あとはフロントのタイヤがやっぱりこう外に出始めて、そうですね。蹴り出してくれるんでね、ちょっと後ろに。そうだ。あとこれ、ジェイズの方すぐデフ入れてたじゃないですか。コスコとかデフ入れてたんで、相当いいなってみんなプロドライバー言ってたんで。言ってますね。この馬力やったらそりゃそうかと思いつつ、空転しますもんね、やっぱこの内側は。空転する。てかもう縦で空転するレベルなんで。そうなんですよ。そこをうまくやっぱトルク配分してくれた方が、そりゃいいよなと言いつつ、どうせ高いんだろうなと思ってね。でもなんかそんなべらぼうには高くないらしいっすよ。今のその時代にしてみれば安い方かもしれん。感覚が僕らバグってるだけかもしれないです。これ純正は電子 LSD なんですか？エリカル？エリカルなんじゃないですか普通に。お世話になってるショップのデモカーも機械式入れてて、なるほど。もうプロドライバーは大絶賛。絶対そうでしょうね。それ馬力ありますからね。だから今年はでもこのノーマルの状態で一回ちょっとサーキット行ってみようかな。でダメそうだったらデフ入れればみたいな感じだったんで。相当変わるだろうな。だと思います。 DC5 ですらめっちゃ変わるなと思ってたのに、NA ですらそう思ってたら多分相当っすよね。ターボやばいだろうな。トルク配分の量全然違うじゃないですか。もう明らかにこっちの方がトルクも倍ぐらいあるでしょ。多分今50キロぐらいあるんじゃないですか。ショップが言うには56、4ぐらい。で馬力も結構いってますからね。K200 時代よりはほぼ倍近い感じでしょ。欲しいな。K200A は K200A で速いっすけどね。速いっすよ。こっちに慣れちゃったらもう乗れないですけどね。縦の加速だけっすよ。そうっすね。縦の加速だけで言えばちょっとどうしようもない。どうしようもないです。ターボはもうどうしようもないです。でも痺れる感じはK200A ですね。回せないっすからねこっち。7000でしょ。でピークトルクは多分2200か4500とかだったんですよね確か。だからもう上回しても惰性というかある程度回りますよっていう感じじゃないですか。でも最近の車はそういう方向性なんだろうな。低回転系が多いですからね。ホンダはホンダでなんか時代に沿ったちゃんと速い車作ってるなって感じがして、そうですね。それでいいですけどね。
なんかそういうところを裏切ってくるのはランボとか。確かにランボあえてね今の時期でテメラリオあれもだって1万回転もあるでしょ。らしいっす。絶対 NA じゃないですか。もう 100%NA ですね。ターボで1万回転ってそうなんですよ。 F1 ですかみたいな感っていうじですか今の時代になってそのターボを使わず回転で持っていくっていうのがもうしびれるなっていうか、はだってブガッティのトゥールビオもそうでしょ。いそうっす。あれだってもう NA にしたんでしょ今回、はい考えられないだとでも自動車業界迷走しますよね。ないやまあどっちに行ったらいいか分かんないですよね今。 EV なのかはいねまた水素なのかだってダウンサイジングしたベンツ結局また V8 戻すっていうもね。あれもさすがに直4が人気なさすぎた。う売れないっすもんだって。63のね、、はいいパフォーマンス、見た目はかっこいいですけどね。見た目はかっこいい、さすがベンツ、なんだけどやっぱ直4で金額帯払いたいかって言われたらまあね 45S 買うよねって感じですよね。なりますよね。乗り心地いい。慣れちゃった。慣れちゃったですねプラス R に。もう慣れは怖いですね。いや慣れ怖い。あとこっから踏んだ時のもうモリモリ感が全然違うっすよね、シフトダウンしなくても踏めちゃいますからね。あともう内側かけますよ感やばいもん、まあ、山とかでも若干そうなるもんなやっぱり。踏んだらもうこうズルズルってきちゃうから電子制御オンにしてればブレーキつまんでくれて抑えてますけど、でもプラス R だったら全カットですからね。なんかプラス R だけだったらならないらしいですね。実はちょっと入るらしいです。そうなんですそれにプラス強制オンすれば全部消えてくれて、R だけだったらやっぱ後ろのパッドつまむらしいですよ。手の別元が大量にみたいなまあだからこの車もブレーキパッド後ろめちゃつまんでたでしょ。確かにめっちゃ減ってましたよ。でしょ。だからやっぱ走れば走る分だけ、まあ、首都高でもね軽く流してるだけでもやっぱ一制御効く場所あるんで結構多いですからね。ピョーンって跳ねてあーってやりますよ。あと山なんてそれこそ結構つまむ回数も多いし、ブレーキパッドのつまんでる感じの感触が変わらないのはさすが本物のブレンボまあ、あと合成感もやっぱね全然いいし DC5 の時はねすごいキャリパー開きました。キャリパー開いてきてちょっとずつそのオイル漏れ、やっぱりフルード漏れとかしたんで、実際にパッドの当たり悪くなったりね。火球の音やばくないですかあとこんなにブローオフのシュワーンって音が鳴ってなかった。鳴ってないんですよ。ECU 書き換えてからめっちゃ鳴るようになった。これですね。気持ちいい。これに慣れちゃうと馬力ってやっぱ大事じゃないし、アドレナリン出るもんな。ホンダはホンダなりでこの違う方向性でちゃんと楽しい車を作ってるのがすごい。あとレブマッチが頭良すぎ。あった方がいいっしょもう。めちゃくちゃ楽。山とか行くと、なんか片足でブレーキ踏んだまんまマニュアルの車をダウンするのが怖くて、逆にヒーラーノットしたくなるんですけど、でもこっちがあった方がブレーキとかだねコントロールとか一定性は絶対担保されるじゃないですか。だからもうブレーキに全集中できるんで、やばいって思ってもどうにでもなりますからね。シフトロックとかのリスクも減りますし、そのあとはいつ誤作動して裏切ってくるかみたいなのも若干ありますけどそうですね。電気なんでね。ないですか？裏切られたことないですか？ちょこっとだけあるんですけど、でも別にそんなリカバリーできないぐらいの裏切り感はないです。今のところは。まあなんかちょっとたまに思いのほか回転上がりすぎちゃってガコーンってなったりとかっていうのはありますけど、やっぱあるんだ。まあそれはもうしょうがねえだろうと思ってるんで。逆にねポルシェとか宮にきも言ってましたけど GT4 とかだと、変な時にこうファンって入れると誤作動して、急にレブマッチのその上げてくれなくてシフトロックして怖かったみたいなのあるんで、実際取材中にそれになってワオっつってそれ怖いやつですね。普通に首都高でケツ出すから危なポルシェも裏切ってくるんだ難しいっすよね。そんな100発100中合わせるのやっぱ難しいんで、相当合ってますけどね。これ相当合ってるんですよ。いやこれ乗っちゃうとブース上げないと物足りないな。そのタービンいたわりたい人はスプーンから出てるのもそうですし、僕がお世話になってるシーカーさんもそうですけど、だいたい 1.8、1.7 ぐらい純正コンバニ上げぐらいのセットも出てるんで、ちょうどいいね。そうです。だから僕みたいにちょっとパワーが必要なタイプじゃなければいいんじゃないですか。
だってそれでも35060出るでしょ。300、まあ大体6070ぐらいって言ってまいやしたね。十分だな。でもまあこっち味わっちゃうともうどうしようもないんだろうけど、サーキットを連続周回かましたければって感じですよね。もうこの車はもうあくまでやるなら一発勝負みたいな、本当もうアタック出てくださいみたいな感じのセットになっちゃってるんで、まあそうなると最終タービン交換するしか選択肢はないんだ。25万をまた払いたいかって言われたら払いたくないですからね。いやでかいでかいでかい勘弁してくれってタ感じ。ービンのね、純正のタービンに変えるという一番なんかもったいない純正タービンにお金を使いたくないんで、いやもう次変えるんだったら車外行きたいっすよもうさすがにジェイズとかそういうところにしたいですよね。ね。いやありがとうございます。ありがとうございましやっぱライトチューンしたやっぱホンダ車一番楽しいな。た。楽しい。なんかいじってらなくても楽しいけど過激さを求めるんだったらやっぱ吸排気 ECU、 そうですね。まあ昔から変わんないな。見た目を変えて中身もちょっと触れば十分ですからね。 EK 時代と変わらない。やってること一緒一緒。